今回の動画では近日中に開催されるのではないかとされる新たな形式のイベント、ローグライクイベント、統合戦略、ゲオベのキノコ狩り冥界の概要についての紹介及び解説をしていきます。まずはじめに統合戦略とは何ぞやということについてですが、端的に言えば統合戦略突入ごとに編成、ステージ、イベントとあらゆる内容が全く異なるという非常にランダム要素が強いイベントとなっています。そのため、どのステージがそのプレイで出現するのかはおろか、自身の編成すらも固定させることはできないため、イベントごとに自身で攻略方法を見つけていく必要があります。統合戦略のステージ攻略の動画が各種動画サイトでも極端に少ないのはこのためで、率直に言うと、そのステージがどういった内容なのかということや大まかな流れ以外は、他社のプレイはほぼ参考になりません。そのため難易度としては育成の状況で左右はされますが、理不尽なステージや難解なステージも多いため危機契約以上と言われることも、ただしそれはあくまでも完全クリアを目指す場合のみであって、報酬を狙うのみなのであれば、極端な話をすれば参加条件さえ満たせば誰でも全報酬を獲得することは可能です。そのため傾向としてはハイプレイヤー向きのコンテンツではありますが、ビギナープレイヤーなどを置いてけぼりにしているということはありません。統合戦略の大まかな流れは上記の通りとなっており、基本的な流れはオペレーターを雇用してステージを攻略、クリアまたは途中で失敗した場合にはリザルト画面でポイントを獲得し、これまでの統合戦略のプレイで獲得したポイントと合算した合計ポイント数が一定数に達することで、特定の素材やコーデなどを獲得することができるという形です。それでは実際に大陸版で開催された際の画面を用いて紹介及び解説をしていきます。まずはイベントのトップとなる画面から。イベントトップ画面は上記のような表示となっており、統合戦略に突入する際にはまずは難易度を選択して、その後にイベントスタートをタップすることになります。難易度はイージー、ノーマル、ハードに相当する3つの難易度があり、イージーでは口述しますが、収集品と呼ばれるオペレーターに対して様々な影響を与えるアイテムの中でも、オペレーターの性能を強化してくれる収集品を所持した状態で開始することができます。ただし、デメリットとしてリザルト時に獲得できるポイントは通常の 50% に半減します。難易度ノーマルはその名の通り通常の難易度であり、特にメリットもデメリットもない状態で開始されます。そして難易度ハードは自身に対してデメリットを付与する収集品を所持した状態で開始されます。収集品によるデメリットは様々かつ、どれも強烈なものとなっているため、ただでさえ難易度が高いイベントがさらに高くなります。唯一のメリットとしてリザルトで獲得できるポイントが 20% 上乗せされることにはなりますが、中途半端な強化具合ではかえって獲得できるポイントを減らしてしまうことになるでしょう。難易度を選択しゲームを開始した後は、まずはじめにどのような文体を組むかを選択します。文体の種類は式文体、後方文体、破壊戦術文体など全部で8種類あり、それぞれの文体ごとに得られる効果は異なっています。例えば式文体であれば、ステージごとにそのステージでのみ消費できる防衛ラインポイントを4追加したり、後方文体であれば、統合戦略での通貨となる原石錠を20個、オペレーター雇用に必要な希望を2つもらえたりと、編成の大まかな道筋をつけるものとなっています。ただし、初期時点では全ての文体がアンロックされているわけではなく、統合戦略をある程度クリアしなければアンロックされない文体形式も存在しています。その後、前回の統合戦略突入時に第2階層まで突入していた場合は、統合戦略を有利に進めることができる報酬を獲得することができます。報酬の内容は防衛ラインポイントを3獲得、原石錠を5個獲得などの6つの項目から、ランダムで3つが選ばれます。このように前回の進行度合いも影響する部分が存在しているため、開始直後に編成が少し悪かったからといってリセマラをするということは推奨されていません。また、前回の統合戦略突入から1分以内は再突入することができないので、高速リセマラをすることも不可能となっています。
報酬を選択するか、前回の突入時に第2階層まで突破していなかった場合は、いよいよオペレーターの編成に移行します。オペレーターは上記の画像に表示されている称募券と、画面右上に黄色いバーで表示されている希望を消費して雇用することができます。オペレーターはどのオペレーターも入手することができるというわけではなく、特定の条件を除いて自身が所持しているオペレーターしか雇用することはできず、また、称募券の種類と同じ職業のオペレーターしか雇用することはできません。ですので、今回の画面であれば前衛と術師、補助をそれぞれ1体ずつしか雇用できないため、医療や重装、狙撃などのオペレーターはこの段階ではなしで挑む必要があります。なお、当然この段階でもすでにランダム要素は入ってきているので、場合によっては医療2に補助1といっためちゃくちゃな雇用になることもあります。実際にオペレーターを雇用する画面は上記の画像の通りとなっており、オペレーターたちは1回目の雇用ではどれだけ育成をしていてもレベルは昇進1のレベル最大となります。例えばこの画面だとチェンは実際は昇進2のレベル85まで育成をしているのですが、まだ1回目の雇用なので昇進1のレベル80まで下がっています。この上限を本来のレベルである昇進2のレベル85にするには前衛の称募券を用いてチェンをもう1回雇用しなければならないというわけです。つまり1人のオペレーターに称募券を2枚消費することになり、おのずと手持ちのレパートリーは減ってしまうので、昇進2にさせるオペレーターも厳選する必要が出てきます。そしてレアリティの高いオペレーターは称募券の他に希望と呼ばれるポイントも消費する必要があります。星6であれば消費する希望は6、星5では4というように、レアリティが高ければ高いほど雇用する際に消費する希望の数も多くなります。当然、2回目の雇用の際も希望は消費されるので、基本的には常に希望不足に苛まれることになります。そして希望は大量に入手できるものではないため、よほど運が良くなければ通常時のように編成すべてを星5や星6で固めるということはできません。その穴埋めをしてくれるのが星3や星4のオペレーターたちであり、星3は雇用で希望を消費することはなく、称募券のみで雇用することが可能で、星4は称募券と希望を2つ消費することで雇用することが可能です。ローグライクでは低レアが重要となると言われているのはこのためで、重要というよりかは、もはや低レアを育てていなければ立ち行かなくなるというレベルです。では、高レアのオペレーターは希望がなければ一切雇用できないのかというと、そういうわけではなく、高級称募券という時たま入手することができる称募券を消費することで、臨時オペレーターという枠が出現、希望を一切消費せずにオペレーターを雇用することができます。この臨時オペレーターはシステム側が用意したオペレーターで、レベルは初回雇用であれば、昇進1のレベル最大、スキルレベル最大、潜在最大の状態で雇用することが可能で、なおかつ自身が所持していないオペレーターも表示されます。ただし、どのオペレーターが表示されるかは職種内でランダムとなります。つまり、どのオペレーターを臨時オペレーターで雇用するかは選ぶことはできませんし、補助の高級称募券で前衛や重装が出てくるということもありません。ですが、プレイヤー側としては一切デメリットがない代物にはなっているので、基本的には高級称募券で表示されたオペレーターは優先的に雇用していくといいでしょう。最初のオペレーターの雇用が終われば、いよいよローグライクの開始となります。ローグライクのステージ選択画面は上記の画像のようになっており、発生するイベントごとに表示されるマスのアイコンが異なっています。例えば、一番最初のマスである黄色いマスはコンバットオプスマスとなっており、ボスやエリートエネミーなどは出現しない一般的な通常戦闘が行われるマスとなっています。そして、その横に3つ連なっているマスはエンカウンターマスと呼ばれ、プレイヤーに対して有利にも不利にもなる様々なイベントが発生するマスとなっています。このエンカウンターマスに到達するにはまずは最初のコンバットオプスマスをクリアする必要があり、コンバットオプスマスをクリアできなかった場合はその時点でゲームオーバー、最初からやり直しとなります。マスはこの他にも強力な敵が出現するものの獲得経験値が上昇するエマージェンシーオプス、ボスが出現するドリッドフル F4E、後ほど紹介をする原石城を消費することで様々な収集品やアイテムを入手することができるローグトレーダー、
収集品を必ず1つ入手することができるボーナスなどがあります。それでは実際にコンバットオプスやエマージェンシーオプスに止まった際にどういった流れで戦闘を行っていくのかを紹介していきます。戦闘の流れとしては基本的にオペレーターを編成しステージをクリアするという形に変わりはないのですが、初期の編成枠は通常よりも少ない6人となっており、6人以上は初期段階では編成することはできません。この編成枠を増やすには何度も登場している様々なメリットやデメリットを受けることができる収集品を所持している必要があります。例えば収集品であるブルサスフリエーブを獲得することができれば、ブルサスフリエーブは編成上限をプラス1するため、編成上限は6枠から7枠に増加します。なお、ブルサスフリエーブ自体は1プレイにつき1個しか入手することはできませんが、編成上限を増加させる収集品は複数あり、かつ効果は重複するため、運が良ければ全ての編成枠を解放することも可能です。逆に言えば運がなければ終始編成枠は6枠のままになってしまうということでもありますが、なおスキルはこの編成画面で変更することが可能なので固定ということはありません。あとはこれまでのイベントなどと同じくステージをクリアすることになるのですが、編成は大幅に制限されているため、場合によってはまともに攻略することすらできないということもままあります。ステージ終了時に防衛ラインの残機さえ残っていればクリア扱いにはなるため、面倒な敵はあえて見逃すといった臨機応変な対応が求められます。基本的に防衛ラインの残機は突破されれば減るため減少する一方ではありますが、こちらも収集品を獲得することで増やすことは可能なので、まずはそのステージをクリアすることを最優先に考えましょう。とはいえ、編成次第ではどう考えても無理ゲーという場面もあるため、諦めが肝心な場面もよくありますが、結局は運ゲーなので仕方がありません。完全クリアを目指すには、ひたすら試行回数を増やし、ステージの特徴を理解し、いい編成に巡り合えることを願うのみです。もし、ステージをうまくクリアすることができたのであればリザルト画面へと移行します。リザルト画面では、挑んだステージの種類と階層に応じて経験値を獲得することができ、経験値が一定値以上になるとプレイヤーレベルが上昇、一定数の希望を獲得することができます。つまり、プレイヤーレベルの上昇が希望の主な獲得源になっているというわけです。また、ステージクリア時には報酬として、様々なアイテムなどを獲得することができます。この報酬には勝負券なども含まれているため、戦闘ステージを回避ばかりしていると、後半になればなるほど辛くなるというわけです。適度に戦闘ステージをこなし、適度にボーナスステージもこなすというのが攻略の鍵となります。以上が戦闘ステージの紹介及び概説となります。続いて、様々なアイテムと原石錠を交換することができるローグトレーダーについて紹介。ローグトレーダーという名前の通り、様々なアイテムを原石錠の数が許すのであれば、交換することができる交換商であり、収集品の主な獲得先の一つでもあります。ローグトレーダーで陳列される収集品はランダムとなっているため、お目当てのものが手に入るとは限りませんが、原石錠の主な使い先はこのローグトレーダーとなっているので、積極的に活用していきましょう。運が良ければ状況を一変するような収集品も並ぶことがあります。運が良ければですが。そして仮にゲームをクリア、またはステージ攻略を失敗した場合には、上記のように使用した編成や集めた収集品、かかった時間などが表記されたリザルトが表示されます。その画面をタップすることで今度は今回の攻略での進捗に応じた蜂蜜ケーキとキノコを獲得することができ、蜂蜜ケーキはイベント期間中に集めた合計数に応じて素材やコーデなどを、キノコは一定数消費することで味方オペレーターの攻撃力や防御力が強化されたり、初期から持っている原石錠の数が増加したりします。効果は1回強化すれば永続的に発動するので、いわば強くてニューゲーム状態から始められるというわけです。こちらに関しては後ほど解説をしていきます。以上が実際のローグライク攻略時の大まかな流れとなります。他にも様々なイベントなどが用意されてはいるのですが、
他にも紹介するとなると、このローグライクだけで一つのゲームとして成立しそうなほどには膨大で、ローグライク特有の次に何が起こるかがわからないという緊張感が失われてしまうので、その他のイベントなどの紹介は割愛させていただきます。なお、イベントにはいわゆる隠しステージというものも存在しているため、こちらに関しては動画の最後にて開放方法を紹介させていただきたく思います。それではイベントホーム画面に戻りまして、次は強化システムであるリムビックシステムについて紹介。リムビックシステムは先ほど解説したように、ローグライクのリザルト画面で獲得することができるキノコを用いて、オペレーターたちの強化や初期の防衛ラインの残機を永続的に増やすことができるシステムです。先ほども言ったように、いわば強くてニューゲームシステムです。各種強化レベルは防衛ライン残機を増やすもの以外は5まで存在しており、防御力と攻撃力、HP は最大でプラス 5% され、防衛ライン残機はプラス2、初期原石上はプラス5されます。どれもビビたる数値にはなっていますが、塵も積もれば山となるがごとく、じわじわと効いてくるので、キノコが集まり次第、リムビックシステムは率先して強化していきましょう。そして、ローグライクのシステム面に関しての最後の解説として、コレクションについて紹介。コレクションはローグライクにて集めた収集品を確認することができる画面で、収集品は1プレイごとになくなる、つまり次のプレイ時に収集品を引き継ぐということはできないのですが、コレクションには収集品は一度入手すれば記録されっぱなしとなります。この画面では収集品の効果やフレーバーテキストを確認することが可能となっているので、そういった類のものが好きな方からすればたまらないコンテンツではないでしょうか。なお、このフレーバーテキストには世界観やオペレーターの経歴などを保管するような内容も大量に混じっているので、一度は目を通しておくことをお勧めします。以上がローグライクのシステム面の解説となります。そして今回の報酬となる専用コーデは待ちわびている方も多いであろう。宴の水着コーデとなります。続いて、今回のローグライクにて活躍する可能性が高いオペレーターたちを紹介します。なお、おすすめのオペレーターは投稿者の主観が十二分に入ったものとなっているので、人によってはおすすめのオペレーターが異なるとは思いますが、その点はご了承ください。まずは先方オペレーターから。先方オペレーターに関しては、正直なところで言えばほぼフェンだけで完結します。理由としてはほぼ全てのステージで配置コストは初動から余裕があるためコストに困るということはほぼなく、多くの場面で通常ステージのセオリーである先方から多職種に派生して配置するという段階を飛ばして初動から前衛や重装を直接配置することが多いためです。そのため超火力を持つバグパイプ以外の先方を希望を消費して雇用するくらいであれば他の職種に希望を消費した方が良いということになり、結果的に防御力がある程度あり、ブロック数が似て、なおかつ希望を消費しないフェンが敵回となるわけです。ですので、育成リソースが限られているのであれば、先方の育成に関しては後回しにしてしまっても構わないでしょう。続いて、おすすめの狙撃オペレーターを紹介。ローグライクではいやらしいことに、ドローンが異様に多いステージがいくつか存在しており、団体狙撃オペレーターはほぼ必須となっています。その点で言えば、希望を消費しなくても雇用することができるクルーズは非常に優秀で、序盤から終盤まで活躍してくれることでしょう。メイとエクシアに関しても強力な単体狙撃オペレーターとなっており、特にエクシアは序盤はほぼ無双することができるので、希望があるのであればぜひとも雇用しておきましょう。そして範囲狙撃となるダブルについてですが、ダブルは主に地上の敵の殲滅が役割となります。敵を足止めすることができ火力も高いため、特に終盤において活躍することができるでしょう。ただし、団体狙撃がいないのであれば、どうしても積む場面があるので、ダブルはあくまでも、団体狙撃をすでに雇用している状態の時に雇用しましょう。続いて、おすすめの前衛オペレーターを紹介。
前衛オペレーターは主に地上の殲滅と遠距離前衛であれば空中の敵も対処することになるため、前衛が完全クリアの鍵を握っていると言っても過言ではありません。その中でもソーンズが特に凄まじく、ソーンズがいるかいないかで難易度が大幅に変わるほどです。彼を入手しているのであれば、ぜひともスキル3を特化しておきましょう。そして、シルバーアッシュはスキル3が強力なことは言わずもがなですが、編成によっては回復がまともに回らない時もあるので、そういった場面ではスキル2は非常に有用となります。そしてブレイズは、ローグライクでも雑に強いのが健在で、序盤であればブレイズ短期でもほぼクリアすることは可能で、中盤以降も地上の敵はワンルートであればほぼ一手に担ってくれます。そして、ラップランドはソーンズと同じく、対空もできる要因として、メランサは希望を消費しなくても雇用できる強力なオペレーターとして育成しておく価値はあります。この他だとミッドナイトやポプカルあたりも育成しておくといいでしょう。続いておすすめの重装オペレーターを紹介。重装は本来の役目であるブロックに加えて回復もできるオペレーターが特に強く、重装の称号権を獲得したのであれば必ずサリアは雇用するようにしましょう。時点でニアールやグム、スポットなどの回復重装となります。その次におすすめとなるのが SP ブースト役かつ狭い範囲ながらも空中の敵も攻撃できるリスカムがおすすめです。続いておすすめとなる術師オペレーターを紹介。単体術師ながら範囲術師並みのスキル2と超火力を誇るスキル3を持つエイヤフィアトラは当然として何気に刺さるステージが多いイフリータ、実耐性の低い敵に対しては滅法強い貨車、素質が強力なのにもかかわらず星3のため希望を消費する必要がないスチュワードあたりがおすすめとなります。単体術師となると他にはケオベやアーミヤもいますが、今回のローグライクに関しては癖がなくマルチに高火力で活躍することができるエイヤフィアトラに軍配が上がってしまうため、おすすめの度合いとしてはやや低めとなってしまいます。エイヤフィアトラがいないのであれば選択する余地はありますが、性能的には無理に編成する必要もないでしょう。続いておすすめとなる医療オペレーターを紹介。医療オペレーターは特に SP ブーストが可能なフィリオプシスとワルファリンが強力で、希望が許すのであれば両方を編成しておけば医療はまず間違いはありません。ただ、必ずしも希望の手持ちが潤沢ということはないため、妥協をする必要があり、その際にはアンセルやススーロあたりは有用なオペレーターとなります。また、終盤になればなるほど状態異常を付与してくる敵が増えてくるので、セイロンも選択肢には入ってくるでしょう。本音を言うのであれば、日本版では未実装の聖竜がいてくれると希望の消費数的にもいいのですが。続いて、おすすめとなる補助オペレーターを紹介。補助オペレーターは主に原則と召喚系のオペレーターが活躍し、特に編成数が非常に限られてしまい、戦況が不安定になりがちなローグライクでは、1人で最大6人の活躍をすることができ、なおかつ立て直しもしやすいシーンは、高い適性を持ち合わせていると言えるので、育成しているのであればぜひとも編成しておきたいところ。原則補助では1人で原則、脆弱付与、回復、補助の SP ブーストと、1人4役をこなすことができるスズランは言わずもがなとして、原則補助としては優秀かつ低コストで雇用できるオーキッドも十分選択肢になり得ます。おでんこは原則というよりも序盤に不足しやすい医療の代替として運用できる点が優秀なため入れさせていただきました。この他となるとアンジェリーナやディピカも選択肢に入ってきますが、運用には癖があるということから、シーンやスズランなどと比べるとやや優先度としては下がります。最後におすすめとなる特殊オペレーターを紹介。特殊オペレーターの中でも高速再配置はローグライクでは非常に重要な存在となっており、必ず1人は雇用しておきましょう。可能であれば準高速再配置である J も含めて2人いるとなおよしです。というより高速再配置は最低でも1人いないとかなりの確率で積みます。なのでおすすめというよりももはや必須です。J は火力と回復を両立できるオペレーターであり、高速再配置の次におすすめのオペレーターです。コストを3秒ごとに消費するというデメリットは存在しますが、ローグライクでは基本的にコストはだだ余り状態となるので大きな障害にはなり得ません。高速再配置を雇用した後に特殊の称号権を入手したのであれば雇用しておくといいでしょう。
以上がローグライクで活躍する見込みがあるオペレーターたちの紹介となります。ただ、これらのオペレーターは理想的なメンバーというだけであり、実際はこのような編成を組むことは困難を極めます。ですので、ローグライクではいかに妥協しつつも納得のいく編成ができるかが重要であり、あまりに編成のハードルが高すぎると永遠にクリアすることはできません。星3オペレーターを育成していない方は、妥協編成のできるように今からでも育成しておきましょう。以上がローグライクイベント、ケオベのキノコ狩りメーカーの紹介及び概説となります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。